泥棒サンタクロースとクリスマスの奇跡。あるところにとても不幸な男がいました。世間はクリスマスムードで盛り上がっているというのに、男にはお金がなく、もう3日も何も食べていません。頼れるような家族や友達もいないので、男は困っていました。腹が減った。街のイルミネーションが恨めしい。俺はなんて不幸なんだ。男は賑やかな街から逃げるようにさまよっていました。当てとなく歩いていると、男は住宅街に迷い込んでしまいます。あれ？あの家、クリスマスだっていうのに電気が真っ暗だぞ。今はまだ電気を消して寝るには早い時間です。もしかしたら、あの家には今誰もいないのかもしれません。見たところ金持ちそうな雰囲気がする。これって泥棒に入るチャンスじゃないか。そんな恐ろしいことを考えてしまい、男は自分が情けなくなりました。しかし同時に空腹になったお腹がぐーっとなります。このまま飢え死にするくらいなら。男は辺りに人がいないことを確かめると、その家へ泥棒に入ってしまいました。幸いなことに1階の窓に鍵がかかっていなかったので、男は難なく家に入ることができました。しめしめ、不用心な家だ。家の中には高級そうな家具がたくさん並んでいます。これならお金もたくさんあるはず。そう思っていた時でした。おじいさん、誰？突然声が聞こえ、男はビクリとします。誰もいないと思っていた家には女の子が一人隠れていたのです。泥棒に入った家に女の子がいたことで男は慌てました。このまま警察に通報されたら男はすぐ捕まってしまうでしょう。どうやってこの場から逃げ出すか。男がそれを考えていると、女の子がぽつりとつぶやきました。サンタさん？おじさん、もしかして本物のサンタクロースなの？男は最初、女の子が言っている言葉の意味がわかりませんでした。しかしすぐ、今日がクリスマスであることを思い出します。そう、女の子は泥棒に入った男のことをサンタクロースだと勘違いしてしまったのです。これはチャンスだ。男はそう思い、女の子と話を合わせます。そうだよ。私がサンタクロースのおじさんだ。アリサの家にも来てくれたんだ。嬉しい。サンタさん、ようこそ私の家へ。女の子、アリサはそう言って男を家に招き入れました。そこに男の腹の音が辺りに響きます。サンタさん、お腹空いてるの？それじゃあ、アリサがお料理を用意してあげる。アリサはそのまま台所に行くと、冷蔵庫からいくつか料理を取り出し、レンジで温めてくれました。今まで見たことのないようなごちそうの数々。男は思わず唾を飲み込みました。これ、食べていいのかい？家政婦さんが作ってくれた料理だけど、アリサはお腹空いてないから、サンタさんが食べて。アリサにそう言ってもらい、男は料理にかじりつきました。不幸続きで、ろくなご飯を食べたことのなかった男にとって、これは最高のごちそうです。これはうまい。まあ、サンタさんったら本当にお腹が空いていたのね。男の食いっぷりの良さにアリサはふふふと笑いました。お腹がいっぱいになり、男は満足そうにため息をつきます。するとそこへお風呂が沸いたことを知らせるチャイムが鳴りました。外は寒かったでしょ？サンタさん、
お風呂で温まってきて。そんな、いいのかい？サンタさんだから特別だよ。そういえば、男はもう何日もお風呂に入っていません。男はアリサの言葉に甘え、お風呂に浸かることにしました。ああ、幸せだ。久しぶりに入ったお風呂は心地よく、男はとろけてしまいそうでした。男がお風呂から出ると、アリサは服の用意までしてくれていました。服までいいのかい？お父さんの着てない服だから大丈夫。それよりサンタさん、今度はアリサとゲームで遊んでくれる？もちろんだとも。やったー！アリサはすぐに用意をすると、男と並んで一緒にゲームを始めました。男はゲームなんてしたことがなかったので、全然下手っぴです。それでもアリサは楽しそうにキャッキャと声を上げてはしゃいでいました。男は今までずっと不幸続きでした。信じていた人に裏切られ、家からは追い出され、周りからのけ者にされる。男はあまりに不幸が重なりすぎてすっかりひねくれていました。しかし、アリサはどうでしょう。サンタクロースと勘違いしているとはいえ、男のことをこんなにももてなしてくれたのはアリサが初めてです。ああ、ここは暖かい。こんなに心が落ち着いたことはなかったな。気がつくと男の目には涙が浮かんでいました。同時に男には気になることがあります。アリサはまだ幼い女の子です。それなのに男が見る限り、アリサは親にほったらかしにされ、せっかくのクリスマスの日に寂しい思いをさせられていました。アリサが家の電気をつけていなかったのは、落ち込んで拗ねていたからなのでしょう。男はアリサのことがとてもかわいそうに思いました。アリサちゃんも寂しかったんだね。男の言葉にアリサは驚いた顔をしました。しかし、アリサはすぐに笑みを浮かべます。アリサは寂しくないよ。サンタさんがいてくれるもん。でも、君の両親は、お母さんとお父さんがいてくれないのは寂しい。でも平気なんだ。それはなんで？だってお母さんたちはアリサのために夜遅くまで働いてくれてるんだもん。私のためだって思ったら、それだけで嬉しいんだ。アリサの言葉を聞いて、男は急に自分のことが恥ずかしく思いました。周りから見たらクリスマスに一人ぼっちのアリサは不幸な女の子かもしれません。でもアリサは自分のことを不幸だとは全く思っていなかったのです。アリサはむしろ両親に感謝さえしていました。自分は不幸だと周りを呪い続けた男にとって、それはとても大きな驚きでした。そこへ玄関の方からガチャガチャと音が聞こえてきます。アリサただいま。ケーキ買ってきたわよ。遅くなってごめんな。今夜は素敵なクリスマスパーティーにしよう。そう、玄関の向こうから声をかけてきたのはアリサの両親でした。まずい。このまま見つかったら捕まる。男はすぐにこの家から逃げ出そうとします。すると逃げようとしている男にアリサが声をかけました。あのね、サンタさん。ごめんね、アリサちゃん。俺はもう、わかってる。だから、もう泥棒しようとしちゃダメだよ。え？男は思わず声を上げました。そう、アリサは最初から男が泥棒であることに気づいていたのです。ありがとう。男はそのまま窓から
外へと逃げ出します。アリサ、誰かと一緒にいたの？アリサはずっと一人だったよ。最後までアリサは自分をかばってくれた。男は涙を必死にこらえながらその場から立ち去りました。アリサの両親に見つからず、男は何とか逃げ出しました。一人に逆戻りし、男ははーっとため息をつきます。でも男は前みたいに自分を不幸だとは思っていません。アリサみたいな優しい子がこの世にはいるんだ。もう自分を不幸だと嘆いて周りを呪うのはやめよう。男は二度と泥棒なんてするものかと決意し、その場から前に一歩踏み出します。するとそこへ男のことを祝福するかのように奇跡が起きました。シャンシャンシャンというベルの音。真っ赤な服を着たおじいさんがソリに乗り、空から降りてきます。私の名を語る者がいるかと思えば、いいものを見せてくれた。君の心はあの女の子のおかげで救われたんだね。サンタクロース？本物の？さよう。君は仕事を探しているのだね。ちょうどプレゼント配りを手伝ってくれる若者を探していたところだ。私のもとで働いてみないか。喜んで。それから時は経ち1年後。クリスマスの夜、アリサは眠れずにいました。なんだか胸がワクワクして眠れないのです。布団にこもり、アリサは一人静かにします。すると外からシャンシャンシャンというベルの音が聞こえてきました。アリサは慌てて窓を開けます。そこには本物のサンタクロースになったあの男の姿がありました。よかった。もう泥棒はやめたんだね。もちろん約束だからね。アリサちゃん、メリークリスマス。笑みを浮かべプレゼントを差し出す男に、アリサは優しく微笑み返しましたと